こんにちは。TTS の川本です。この動画は量子コンピューターの基礎第2弾で DWeb 社の Leap を使って量子コンピューターを用いたプログラミングを体験していきます。組み合わせ最適化問題で皆さんがよくご存知の数読を解いてみます。よろしくお願いします。いきなりですが、量子コンピューターは実際に使ってみることができます。といっても、スマホやパソコンのようにコンピューター自体を買ってきてお手元に置いて使うというようなやり方ではありません。クラウドサービスを介して離れた場所にある量子コンピューターを遠隔で操作します。量子コンピューターはおそらく将来的にも一家に一台みたいな使い方になるわけではなく、いわゆるサブスクリプションのような形での利用になると思います。その仕組みの一部がすでに実現されているということです。今日はその中で代表的な DWeb 社の Leap を使ってみます。ご覧いただいているのが Leap のウェブサイトです。ユーザー登録して認証キーをお使いのパソコンに登録することで DWeb 社の量子コンピューターを遠隔で使えるようになります。今日はアクティベーションの工程は省略して、プログラムを書いて動かすところをご覧いただこうと思います。使用するコンピュータ言語は Python です。まずは環境を作っていきます。DWeb 社が公開している DWave Ocean SDK を pip でインストールします。DWave Ocean SDK には DWeb 社の量子コンピューターに問題を送信するためのインターフェースが含まれています。続いて数読をプログラミングで表現していきます。数読の基本はマスを数値で埋めるです。今日は一番簡単な 4×4 マスの数読を取り上げます。4×4 マスの数読の場合、各マスには1、2、3、4のいずれかの数値が入ります。これを数式で表していきます。バイナリ形式の4つの変数 x1 から x4 を用意します。x1 はマスの数値が1だったら1、1以外だったら0という使い方をします。x2 から x4 も同様です。x1 から x4 を使うことで、例えばマスの数値が1だったら1000、2だったら0100というようにマスの数値を表現します。今お話しした変数の表現では、1100とか1001といったように、一つのマスに複数の数値が入るという状況が生じ得てしまいます。これは数読のルールでは NG です。これを防ぐための制約を式で書いていきます。数式が苦手な方もいらっしゃると思いますので、一部だけを簡単にご説明します。マスに入る数値が一つだけになるように、つまり x1 から x4 の中でどれか一つだけが1になるように動けば良いです。このことは少し難しいですが、今ご覧いただいている式の最小化によって表すことができます。アルファベットの Z みたいな記号、これシグマと読みます。これ足し算を表しています。シグマ x k イコール1から4みたいな書き方をよくしますが、これは x1 から x4 までの合計を表します。つまり先ほどの式は実態としてはこうなっています。x1 から x4 までのどれか一つだけが1で、他のすべてが0だった時にだけ式は0になり、1がいくつもあったり、一つもなかったりした場合には、必ず0よりも大きな値を取ります。ですので、これを最小化することで、一つのマスには1から4のどれか一つの数値が入るという数読の最も基本的なルールを満足させることができます。同様の考え方で、その他のルールも数式で表していきます。各行、各列、各ブロックについて1から4の数値が一度ずつしか現れないという残りの3つのルールを式にしてこれらを足し合わせます。この式が0になるときに数読は正解になります。ご覧いただいているのは実際のソースファイルになります。ただこれ正直私自身もこのソースを見てもピンときません。
ライブラリやアルゴリズムに独特の書き方みたいなものが常にあります。ある程度もう慣れていってしまうっていうことも必要になるんじゃないかと思います。では DWave 社のリープで計算していきます。少し待つと答えが返ってきました。これだけ見ると、これ本当に量子コンピューター使ってるのっていう感じですよね。一応クラウドを経由して問題をサービス元に送信し、量子コンピューターが出した答えを受け取っています。リープの使用量を確認すると、使用した計算時間が少しだけ増えているということがわかります。答えも合っていますね。ちなみにこれ何回も計算させたり、9×9 マスのような複雑な問題を解かせたりすると間違えることがあります。コンピューターが間違えると聞くと意外に感じられるかもしれませんが、答えが常に同じにならないというのも量子コンピューターの特徴の一つです。DWave 社のリープを使った量子コンピューティングをご体験いただきました。ちなみにリープには1ヶ月の無料トライアル枠があり、どなたでもお使いいただくことができます。私は無料枠を使い切ってしまっているんですが、今回書いたソースを GitHub で公開することで、ディベロッパープランに移行をしました。今日はせっかくなので問題をリープに送信しましたが、送信せずにお使いのコンピューターの CPU を使ってシミュレーションすることもできます。先ほど書いた数読のプログラムを使って、今度は問題をシミュレーターに入力してみます。すると同じ答えが返ってきます。画面上の動きからは、量子コンピューターで計算しているのか、シミュレーターで計算しているのか、区別がつかなかったと思います。少しがっかりさせてしまうと思うんですが、現状では実際の量子コンピューターよりもシミュレーターの方が早く正確に動いてしまうということも多いです。実際に量子コンピューターを動かすというところにこだわって、無理にソースを公開したりですとか課金をするということは、多くの方にとって必要ないというふうに思います。最後に少しだけ応用で今回書いたプログラムを掘り下げてみます。マスに入る1から4の数値を表現するために4ビットを使いました。これは現行のコンピューターでのプログラミングと比較すると特殊です。なぜなら二進数の表現では2ビットで4つの数字を表現できるからです。2ビットで済むところをわざわざ4ビットを使って無駄をしています。これにはもちろん理由があります。実は今回使った DWave 社のリープはアニーリングマシーンといって、量子コンピューターの機能の一部に特化して実用化を早めたものです。アニーリングマシーンは組み合わせ最適化問題の一種であるクボに対してしか能力を発揮しません。このクボの表現に合わせるためにわざわざ冗長なプログラミングが必要になりました。さらに言うと、どんなに冗長なプログラムを書いても問題をクボで表現できない場合もあるというか、それがほとんどです。アニーリングマシーンで解ける問題はごく限られているということができます。アプリケーションが汎用的でなかったり、得意不得意があるというのは他のデジタル技術でも同じです。例えばディープラーニングは画像やテキストのようにニューラルネットワークに親和性のあるデータでしか役に立ちません。このため他の技術と組み合わせたり、人の能力に対して補助的に使うということをしています。こうした面倒な運用を伴ってでも役に立つ程度には汎用性があるから注目されているということができます。そうした汎用性がアニーリングマシーンにはあるのかを見極めるということがポイントになりそうです。この動画ではアニーリングマシンを使って数読を解いてみました。次回もアニーリングマシンを使ってみます。グラフ分割問題を使って数読よりは少しだけ実用性の高い問題にトライしてみようと思います。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。